皆様、本日はじゃん、こちらのカリフラワー、これオレンジカリフラワーって言うんですけども、今からねカリフラワー旬を迎えるんですけども、でこちらのカリフラワーを使って特製ソースを作ったグラタン作っていきたいと思います。カリフラワーのグラタンですね。なんかね、名前は多分ねちょっともうちょっとファンシーなのがタイトルになると思いますはい、じゃあ作っていきます。で今回ソースとしてこちらのカリフラワーとニンニク、あとこちらの玉ねぎ、こちら半量だけ使います。で今回はホワイトソースを作らずにこちらのカリフラワーをちょっとピュレみたいな感じにしてこちらをソース代わりに使っていきたいと思います。まあだからね、こうなると生クリームとかを使ってさ、最初にまずベシャメルソースとかを作るときって結構失敗とかもしやすいと思うんだけど、これは失敗はしないです。ただ家にブレンダーとかあとミキサーがないとちょっとこれ作るのは難しいので、今回僕たちはこの久しぶりの登場です、このブラウンのブレンダーを使うんですけれども、普通にジューサーっていうかね、ミキサーあるじゃないですか、ジュースとか作る、そういうのでも大丈夫です。はい、じゃあやっていきます。今回グラタンにするので使う材料はもも肉、しめじ、人参、ブロッコリーと先ほどの玉ねぎ半量ですね。まああとここに、マッシュルームとかがあっても美味しく仕上がります。小麦粉アレルギーだったりする方とか、ね、そうだね、今回は小麦粉は使わないんで、だから糖質的にはすごい抑えられると思います。抑えられるね。でまあ小麦粉は使わないんですけど、もうちょっとよりクリーミーにしたいとかの場合は生クリームとかをねこの作ったソースに加えても大丈夫です。でこちらもし多めに作っちゃったら冷凍すれば1ヶ月ぐらいは持つので、ぜひぜひ作ってみてください。じゃあやっていきます。まずまずカリフラワーからいこうかな。でカリフラワーはね、これ一応下にあった葉っぱは取ったんですけれども、まずここにね10時ぐらいの切れ込みを入れて、でもうちょっと入れてもよかったなこんな感じブファってなったけど、よいしょ、はいこんな感じでもうはいいいね。でね、すごい余談なんですけど、僕正直カリフラワー自体はそこまで好んで食べないんですよ。なんだろう、茹でたカリフラワーとかわかる？ブロッコリーすごい好きなんだけど、カリフラワーってなんかちょっとさ思ってる食感じゃないじゃん、もうふっとしてる感じの。ただ今回はそういう方でもソースにしてあるので関係なく美味しく食べられます。栄養もたっぷりだしね。そうで、ちょっとこの葉っぱに近いところはちょっと落としちゃいますね。前回さ、こうちゃんがさ作ってくれたさ豆腐グラタン、あれも味付けがすごい大好評だったり、今回はね素材の味がねそう感じられるグラタンになってると思う。すごい優しい味になります。だから本当にご年配の方とかも美味しく食べられると思う。その脂っこさとかそういうのがないんで、チーズは入るけどね、チーズの脂っこさが苦手って方はもうどうしようもないで、まずカリフラワーは最終的には潰しちゃうので、火が入りやすいように適当な大きさでいいです。カットはでも初めて買ったこのオレンジのカリフラワー、てか俺そもそもカリフラワーをさ基本そんな買うこともないからさ、なんかオレンジってちょっとおっしゃーと思って買いました。でちょっと一旦カリフラワーだけを分けて、で今回カリフラワーの量はだいたいねこの大きさで 560g ぐらいだったんですよ。だから500から600ぐらいだと思います、一房だとね。でそれくらいの量に対してお水はその半量ぐらい、約300で今回はやっていきます。ちなみにカリフラワーとブロッコリーはよく洗ってます。はい、こちらソースに使う用の玉ねぎ、こちらは薄くスライスしてください。これもミキサーにかけちゃうので火が入りやすいように。ニンニク、こちらもスライス。ニンニク1かけ、玉ねぎ半量とカリフラワーが1房分ですねに使うのはコンソメキューブ1つ。はい、じゃあ先にねまずソースだけ火にかけていきます。で今回はね小麦粉も使わないんで、もう乳製品も何も入れたくないって方だったら、僕たちはね今回バターを使うんだけど、普通にオリーブオイルとかでも大丈夫です。でバターをここに 30g 入れます。でバターがいい感じに溶けたらニンニクで、火は中火でいいので、まずニンニクの香りを少し立たせて、いい香り。そしたらもうここに玉ねぎも入れちゃいます。
で新鮮なカリフラワーとかだとね、あと旬を迎えているカリフラワーとかだったらアクとかは本当気にしなくていいので、下茹でとかはなしでこの茹でたお湯一緒に使っても全然大丈夫です。えぐみとかもそんなにないんでね。で玉ねぎがちょっとしんなりして軽く甘みが出るまで煮込むじゃないか、炒めます。はい、そしたらここに味付きの塩コショウだけ少々。これで余計玉ねぎからもね水分が出やすくなって、はい。でそしたらここにカリフラワーを僕はねちょっと軽く最初炒めて、軽くね本当に香ばしさだけ入れようかなと思うんだけど、別に炒める必要も特にはないのでそれをしなくても大丈夫です。その場合はここにコンソメ1個とお水 300cc を入れて、その後カリフラワーを入れてちょっと煮込んでいくんだけど、なんか軽くねちょっと香り付けじゃないけど油を回してあげて、じゃあカリフラワーを入れて、僕は一応ね 1,2 分ぐらい軽く炒めて、焦げない程度に軽く火を通してあげて、はい。そしたらここにカリフラワーの半量のお水ですね。今回は約 300cc 入れます。300だったらコンソメキューブ1個で大丈夫。もし顆粒だったら小さじ2杯ぐらいかな。はい。コンソメキューブ入れて、あとはちょっとこれがクタクタになるまで煮込んでいきます。煮込む時間があるのでソースは先に作っちゃうんだけど、でこれ煮込んでる間に中の具材カットしていきます。今回の具材ですね。まず玉ねぎはくし切りに。で人参、これ皮むいてあります。ちょっと小ぶりな乱切りで火の通りを良くするためですね。でしめじはこのまんまで大丈夫だから、ブロッコリーちょっと房ごとに分けていきます。で最後鶏もも肉、今回1枚分です。ちなみにねカリフラワー今ずっとお水から入れたんですけれども、完全に沸騰するまでは強火にしたんだけど、沸騰したらあとはもうちょっと中火ぐらいで、水分が飛びすぎないぐらいで、で最後鶏肉軽く一口大で、気持ちねちょっと大きめにしとけば縮んだぐらいの時にちょうどいいぐらいのサイズになるので、この人参の乱切りよりは一回り大きいかなぐらいの大きさでカットします。肉もカット終了。じゃあもう包丁を使う作業は終わりです。で今カリフラワーはこんな感じ。まだね硬いんで、ここからもっと柔らかくなるまで10分ぐらいは煮込みますかね。じゃあブロッコリーだけ先に軽く下茹でしておきます。これもお塩を入れた熱湯なんで、グラタンなんでね後からも火入れをするから、本当もう最初軽く下茹でしとけば大丈夫です。でブロッコリーは30秒ほどで大丈夫。そしたらもうお湯を切って軽く一回ね水さーってかけてから放置。はい、こんなもんで大丈夫。もういい感じにくたってきたので、これでもうちょっと煮込んでもカリフラワーをもう少し柔らかくしていくんですけども、その間にもう鶏肉とか入れていきます。でここで使う油バターでもいいし、今回オリーブオイルにしようかな。でまず鶏肉から、皮面からがいいんだけど、もうこんだけぶつ切りにしちゃってるんで特に気にせず入れていきます。で鶏肉が軽く色づいたら、もう玉ねぎとあと人参も入れています。で最後トースターで焼いた時にチーズを焦がすんで、そういうねちょっとこんがりした感じで味わえはするんだけど、やっぱりね中の具材も最初に火入れをしている段階で軽く焼き色をつけとくと、やっぱりその分こんがりと美味しく仕上がるので、大体全ての麺に油が回るぐらいまでちょっといじってあげたら、
ちょっと放置して軽く焦げ目つけます。で焦げをつけようと30秒ほど放置したら、今炒め合わせて、わかるかな、このやっぱりちょっと鶏肉とかにもこんな感じでいい感じに焦げ色がつく。美味しそうですね、見た目も。そしたらここに、普通の味付け塩コショウでもいいんですけれども、もしあればこれクレイジーソルト、ちょっとハーブの香り軽く香り付けします。でいい感じに火が入ったら、最後ここにしめじ、はい。で中の具材は一通り火が入ったら OK、 火止めます。ブロッコリーは後から混ぜてあげれば大丈夫です。で中の具材がこれだけしっかり火が入って炒めてる段階で、もうこのソースもいい感じに火入れが済んだので、じゃあ最後ここにブレンダーでいきます。じゃあこちらハンドブレンダーでブレンドしていきます。はい、切っていきます。で分かるかな、こんな感じでちょっとゆるい感じぐらいのマッシュポテトみたいな感じになりましたね、見た目的には。はい、そしたらちょっと味見してみてください。でね、今味見した感じめっちゃくちゃうまかったです。ほんとね、優しいんだけどしっかりうまみを感じる味だから、コンソメとほんとカリフラワーの味だけでもすごい十分美味しいので、ここにねもうちょっとパンチが欲しいって方は黒胡椒とか入れてもいいんだけど、僕たちはもうこれでいきます。美味しい、とっても美味しい。でさっきもし生クリームとかを入れたいよって方はこの時に入れてあげてください。そしたらもうちょっとクリーミーな感じにはなると思います。ただもうこれで材料の準備、このソースと中の具材が仕上がったので、じゃあまたグラタン皿に持っていきます。はい、じゃあもう盛り付けていくんだけど、もう普通に先ほどの鶏肉とかの具材を引いちゃって、でブロッコリーももう入れちゃいます、一緒に。で今回のクリームソース代わりのカリフラワーのこちらのピュレ、こちらを上からもうたっぷり。これでもね本当にめっちゃ美味しかった。食べ終わった。感想述べちゃったもんマジでめっちゃ美味しいよね。たっぷりの方が美味しいと思います。で最後上からチーズで、このチーズの量はねもう皆さんお好みでたっぷりかけてもいいし、軽く香り付けぐらいでもいいし、僕はたっぷり入れますけどもね。でチーズはね真ん中に置いとけばね、あとね溶けて流れていくんで、じゃあちょっとね比べようと思って、こっち山盛りのチーズ、これはもう適量のチーズです。でこれくらいにしたら、あとはもうお家にあるオーブントースターとかで全部火入れは済んでるので、上のチーズがしっかりと焼き色がつくまで火入れをしてあげたら完成です。じゃあちょっと焼いていきます。で今火通してるんだけど、今回2人分ぐらいの分量で作ってこれくらい残ったんですよ。でこちらは普通に冷凍してもいいんですけど、これをねちょっとだけ牛乳で溶いてあげたら軽いポタージュにもなるので、今回ちょっとそちらをね一緒に添えて食べようかなと思うので、こちらはポタージュにしちゃいます。で今回15分ほどトースターで焼いたんですけれども、こちらで今回のカリフラワーのグラタン完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いいっすか、じゃあどうぞ。一緒に食べちゃった方がいいんじゃない？あったかいうちに。いただきます。うまっ。すごい。
めちゃくちゃ味は優しいんだけど、うまみとめちゃくちゃコクを感じる。本当に言われてもえってなるぐらいカリフラワーって分かんない。分かんないね。でもホワイトソースともやっぱ違うんだよね。めっちゃ優しい。しつこくはない。全くしつこくない。すっごく美味しい。これはすごい。あと玉ねぎの甘みもすごい、本当にこうちゃんすごい。これはマジでうまい。マジでうまい。あとね、うまみがね、うまみの汁これめっちゃ出てるんだけど、これがまたとんでもなく美味しいです。めっちゃ美味しいね。いやさ、コメントにも入れてたんだけどさ、グルテンフリーだとすごくありがたいですみたいなコメントがあったんだよ。やっぱり、グラタンって大好きだけどさ、市販で売られてるのはやっぱ小麦粉を絶対使ってるわけじゃん、本当にね、そういう方にはめちゃくちゃ喜んでもらえると思う。アレルギーの方とかもいらっしゃるだろうしね。本当に美味しい。あと俺ね、人参すごい苦手なんですけど、一緒に食べるとめちゃくちゃ人参も美味しく食べられる。このソースと絡めると。でほんとさ、食感的にはマッシュポテトぐらいのさ。そうそうだね。でもそんなやっぱ芋ほど本当に重くもないし、全然重くない。すごいわ。完璧ですよ。これ糖質制限されてる方には多分最高のごちそうだと思う。いや、豆腐グラタンもめっちゃびっくりしたけど、あっちってさ、どちらかといえば調味料をもうちょっと使うじゃん。そうだね。で、あと水抜きする大変さもあるじゃん。簡単さもその調味料の少なさも含めて圧倒的こっちの方がすごいと思う。このソースが本当に美味しい。うわ、うまっ。で俺の方はチーズ山盛りの方にしてるんだけどさ、やっぱりチーズのうまいね。もう完璧。ここの今溶け具合でね、余ったソースで作ったポタージュですよ。これ牛乳がちょっとポタージュが緩くなるくらいまで入れて、あとバター 10g とバジル少し入れますか。塩コショウがめっちゃうまい。超うまい。胡椒効いてるね。だからさっき最後にさ、こうちゃんがさ、胡椒入れても言ってたけど、こういう味になるんだなっていうのが想像つくから、確かに胡椒入れても絶対うまいと思うけど、なくてもこの優しさとかにより野菜のうまみを感じられるから、どっちもおすすめだね。めっちゃうまい。マジでね、ブロッコリーとソース合わせてみて、みんなやばいから。超美味しいよ。とんでもなくうまい。でもこれマジでカリフラワーがちょっと苦手な人とかでもめっちゃ美味しく食べられる。マジでもうなくなったもん味。めっちゃうまい。本当に美味しい。これは本当に天才だわ。でもこれ相当栄養バランスも素晴らしいと思うよ。うわ、焦げたチーズとの相性抜群だね。うますぎる。マジでうまい。ということで本日はですね、とっても簡単にできるカリフラワーグラタンですね、をこんちゃん作っていただいたんですけども、いや本当にね、カリフラワーのソースと思えないぐらいめちゃくちゃコクと旨味がしっかりしてるんですよ。ただ優しくてあっさりしてていくらでも食べられるソースになってるんで、このチーズと合わせた時にチーズとの相性もすごく抜群だなと思ったし、他の具材と一緒に食べると他の具材もすごく美味しく感じる、他のね具材も壊さずに食べられる料理だなと、本当にめちゃくちゃ低糖質とは思えないぐらい本当に美味しい料理になってると思いました。やばい、これは本当に美味しい。本当にで、おまけに作ってくれたこのポタージュもめっちゃうまいです。美味しい。本当に美味しかった。で、今回のカリフラワーはビタミン C がその果物イチゴとかみかんとかよりも豊富にビタミン C が含まれてるらしいので、美容関係ね、そうだね、その美容とかね、美容系だからね美容系とかね、そのね、お肌とかに気使ってね、女性の方にもすごくおすすめなんじゃないかなと思いました。あと今回使ったのがオレンジのカリフラワーだったんですけど、白よりもオレンジとかの方がそのビタミン C も倍ぐらい含まれてるみたいで、そうベータカロチンもそうなんだよね。値段は一緒だったんだよ、で俺はちょっと見た目がオレンジだから勝手に選んだんだけど、そっちの方が栄養価も高いし、あと今回みたい
たいにさ、ん茹で汁ごと全部ピュレにするから、ん水に流れるような栄養素も全部取れるから、うんその点もね本当に体にいいと思うのでぜひぜひはいやってみてください、あとは何よりね糖質制限だし、あと小麦粉も使ってないんでね、アレルギーの方にもおすすめになってると思うので、はい、ぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。